お待たせいたしております。タカでございます。くださいね。今日は、なんか、前回以上にバタバタしてしまいまして、すいません。今、いろいろ、もろもろ確認しております。大丈夫かな？いや。すいません。ありがとうございます。いきなり、まだタイトルコールもしてないのに、すいません。今日のお茶爆の写真なんですけど、100も500も誕生日にちなんだ写真にしております。まあ、新しいものではないですけど、ちょっと待ってくださいね。とっとと、始めましょう。1番、アルトさんこんばんはでございます。サイクスさんこんばんはでございます。レオナさんこんばんはでございます。アイマンショウさんこんばんはでございます。姫宮さくらさんこんばんはでございます。ありがとうございます。あやかさんこんばんはでございます。ありがとうございます。ゆなみさん、こんばんはでございます。ありがとうございます。レニさんこんばんはでございます。ゆかちゃんさん、こんばんはでございますでございます。ありがとうございますでございますでございます。ようこさんこんばんはでございます。CCA さんこんばんはでございます。スワンさんこんばんはでございます。ヤマトさんこんばんはでございます。ゆうひさんこんばんはでございます。でごまさんこんばんはでございます。チャックさんこんばんはでございます。だるみさんこんばんはでございます。こまじんさんこんばんはでございます。ありがとうございます。YTR334 さん、こんばんはらでございます。ヘムチンさんこんばんはでございます。ありがとうございます。アキネさんこんばんはでございます。イブさんこんばんはでございます。ケタキさんこんばんはでございます。チナさんこんばんはでございます。イブさんこんばんはでございます。ありがとうございます。かすみさんこんばんはでございます。フレハさんこんばんはでございます。ありがとうございます。インディゴさんこんばんはでございます。ミサさんこんばんはでございます。ありがとうございます。仲間ゆさんこんばんはでございます。ありがとうございます。みかんちゃんさんこんばんはでございます。大樹さんこんばんはでございます。ありがとうございます。みかんさん、エビもご飯もありがとうございます。すいません。メタルさんこんばんはでございます。ありがとうございます。ゆかちゃんさんありがとうございます。すいません。タブ譜、こっちのところまで、とんでもでございません。私がわかる限りですけど。すいません。まだタイトルコールもしてないので、お茶ばっか大丈夫ですよ。ガジ君ありがとうございます。誕生日記念に飲みすぎましたって。それは言い訳ですよね。飲む理由付けを私に無理やりこじつけただけですよね。ヤウドさん、ありがとうございます。亀さんこんばんはでございます。ポカラさんこんばんはでございます。佐藤さん、こんばんはでございます。まだ終わらんよってね。はい、ありがとうございます。シャオさんこんばんはでございます。ありがとうございます。レオナさんありがとうございます。犬ワンさんこんばんはんでございます。チャコさんこんばんはでございます。ありがとうございます。トコさんこんばんはでございます。ユノハさんこんばんはでございます。ありがとうございます。トコランさんこんばんはでございます。ありがとうございます。さて、追いついたかな？ちょっと待ってね。相変わらずでございますが、アプリとパソコン表示で、違いがある時があるので、もし抜かしている方がいらっしゃいましたら、どしどしクレームをぶつけてください。ということで、ひとみさんこんばんはでございます。119回目かな。誕生日は終了しましたが、小ずるい私は誕生日翌日に配信を行いたいと思います。では、はい、そんな小ずるい私のキャスネリスタートでございます。改めましてこんばんはでございます。タカでございます。今年もガルネリウスのタカでございます。すみません。ありがとうございます。いろいろありがとうございます。すみません。花火もお茶箱もすみません。ケーキもありがとうございます。本当に、
嬉しいございます。すいません。ありがとうございます。なんかキャンディーも飛んできたけど、すいません。ありがとうございます。すいません。たくさんありがとうございます。もう私死んでもいいですよ。すいません。ありがとうございます。もうね、ほんとバタバタでね、今日ね、始められてよかったです。ちょっとね、アプリは戻っちゃう。本当にね。で、今タイトルコールして、曲をね、流し始めて気づいたのはさ、また、すいません。本当ありがとうございます。また飲み物をテーブルに忘れてたと思って、もうマイク切って急いで取りに行きました。本当、すみません。本当皆さんありがとうございます。本当、すみません。また一つ、老いを深めまして、誕生日迎えました。皆様のおかげでですね、まだちゃんとベーシストとして、公に宣言できる状態でございます。ありがたいことにまだ私、ガルデリウスの一員として、活動できております。本当、いつもの、本当すいません。皆さんありがとうございます。皆様のおかげでございます。ちょっと待ってね。なんか、待って。ほんとなんか、キャンディーはなんだ？キャンディーは。キープリライブ配信の後のキャスネリで幸せなダイブ。キープリさぞかし楽しかったでしょう、本当に。山本さんも本当ありがとうございます。本当に誕生日、こんな私でも一人前に人並みに誕生日を迎えてしまいましたよ。みちさんこんばんはでございます。本当ありがとうございます。本当にね、皆さんの愛が溢れております。本当にもう、一日遅れましたからね、そんなもう年がら年中受け付けておりますので、大丈夫ですよ。ありがとうございます、本当に。もう本当にありがたいございます。本当すいません、ありがとうございます。ずっと応援してますって、ちなさん。ありがとうございます。本当にずっと応援されたいです。よくじゃないさん、永遠のおいくつに、永遠の私、78でございます。この、もう何回もやってるから78の2にはならないけど、一応私の型番としましては RX78 でございます。今もう78の5ぐらいになったかな。ガンダム5号機ぐらいになりましたけど。本当にもう、ゆいさんもありがとうございます。本当に。レニさんもありがとうございます。ひとみさんもありがとうございます。本当に誕生日を祝っていただけるのは、この年になって祝っていただけるのは本当にありがたいでございます。RF じゃないです。RX ですよ。RF じゃないですよ。もう本当に。ケーキやスイーツは買ってこれましたね。ケーキは買ってきました。本当に急いで買ってきました。今日は本当にね、一日、昨日の夜もでしたけど、バタバタしてましたので。私の記憶違いなら5年前の昨日、コロナでしてる時にタカさんがキャス始めてくださって本当にありがとうございます。とんでもございません。私、あの時は、活動が全て白紙になりまして、今後の予定が立たないってなった時に、完全にガルがネットから消えるなと思ったんですよ。もともとガルって制作期間入ると、基本的にメンバーも何もつぶやかなくなるし、公式も動かなくなるので、でもね、周りのアーティストたちはもういち早くいろいろ配信やったりなんだかんだ動いてたから、これはいけないと思って、もう何もわからない状態から、とりあえずやるって勝手に決めて、プロデューサーとかに相談してみたいな感じでわたわた始めさせていただきまして、未だにバタバタして、なんか何年経っても慣れてねえのかっていう感じではあるんですけれども、本当ね、皆様のおかげで、今まで続いております。本当ありがとうございます。ガルネタを配信するぜって言いながら、結局ガルネタがない回が続いておりますが、すみません、ありがとうございます。なんかね、本当に。お茶箱ね、500の写真は、
誕生日ケーキを前に、ね、今にも吹けそうな顔してますけど、あれ実はね、兄の誕生日の時の写真なんです。兄のケーキで兄が、吹き消すのを今か今かとワクワクしている私で、昔ね、ほんと小さい頃、小学校何年生までだったっけな、母親が、誕生会を開いてくれて、ケーキを焼いてくれて、友達を呼んでっていうのをちゃんとね、毎年やってくれてたんですよ。で、うちの兄の誕生日がね、4月の23日で近いこともあってですね、はい、4月の後半から5月の頭にかけてはもう兄弟でウキウキワクワクしておりました。本当に。S さんこんばんはでございます。ボロネーゼとともに、あら、素晴らしい。ちびちびルービさんこんばんはでございます。ありがとうございます。誕生日はこれからです。確かにね、その次の誕生日までは、おめでとうと言っていただいてもいいですよ。本当に。ガルネガ活動学習、それはそうですよ。予定してたいろいろなもろもろが、とりあえず、全て一旦キャンセルになりましたので、コロナで行動制限みたいなことになって、その年に予定していた、ツアーもそうだし、イベントオファーだったり、あれしようこれしようって言ってたものが一旦全てなくなって、延期という名目でしたけど、結局は全てキャンセルでしたもんね。だから音取りもどうするんだっていう話でいろいろありましたし、チャックさんありがとうございます。もう本当にね、あの時はどうしようってなりましたよ。本当に。バタバタマジキットバタ味、猫マジンさんだ、誰がうまいことを言えと。高さん自体がガルネタね、まだね、ガルのメンバーですが、一応ガルネタにはなりますかね。こんな私でございますけど。これでライブ会場では聞けない高さんのトークが聞ける貴重な。本当にもともとですね、私喋らないっていうふうに決めたのは、全方位でそういうキャラを貫くっていう意味じゃなくて、ライブ中に喋らない方がいいなっていうアマチュアの頃から決めてまして、単純にパワーコーラス以外できないし、MC でも面白いこと喋れないから、喋んない方がいいなと思って、で、喋んないならマイク邪魔だし、取っ払っちまおう。目の前すっきりしていいやっていうのがあって、ガル入った時も同じスタイルでやらせてくれって言って、最初のうちマイクスタンドはリハーサルの時とかも立てられてたんですけど、本番前にしれっと片付けてマイク使わないように喋らないようにしてたらみんな諦めてくれたみたいな感じですね。正直ガルネーさん今でもネット戦略に弱い感じますが、それはもうね、毎年の課題でございます。毎年私は、未だに公式の、全員が配信ができる公式でのチャンネルをちゃんと作りましょうよっていうのとか、モバイル会員があまりにも不憫だからモバイルサイトをどうにかしようよとかっていうのも毎年言ってるんですけどね、なかなかね難しいところではありますね。本当この今欠かせないネットをどう使うかっていうのと、その新規獲得はもちろんの、ね、そういうプロモーションもあるんですけど、自分としては今まさに応援してくれてる皆さんに何かしらこう返せないかっていうので、新規獲得も大事だけど応援していただいてる皆さんに対して何かできないか、もっと何かあるだろうっていうので、提案はしてるんですけどね、その運営側さんの方で、いわゆる対外的なプロモーションは継続してやってもらうにしても、もっとメンバーから、書いてもらってるファンの皆さんに対して発信できる場があった方がいいっていうのでいろいろ活動はしてるんですけどね。
なかなか難しいところでございます。本当に関わる人が多いと難しいっていうのと、まだまだね、年代にもよるんでしょうけど、ネットを効果的に使うのどうなのっていう、いろいろね、確証がないと動いてくれなかったりとか、あと、いろいろあるんですよ。邪悪の髪の毛とんがってるのはどんな意味があるんですか。とんがってるのはですね、あれはインディーズの頃の YOSHIKI さん、x ジャパン、当時 X の YOSHIKI さんがインディーズの頃やってた髪型を、若かりし日、誕生日の時に私が真似してやって写真撮ったんです。本当に。だからね、インターネットのものいいものが本当にね、和樹さんこんばんはでございます。ありがとうございます。和吉さんはですね、明日ライブなんですよ。もしあれだったら宣伝してくださいね。もうなんかハッピーキャンディーありがとうございます。せっかくですから、ここでご自身のライブの告知をしていただいても構いませんので、ちなみに私は、和吉さんの勇姿を明日見に行く予定でございます。ね、結構ね、和吉さんとは、結城さんに紹介してもらって知り合ってから長いんですけど、和樹さんのプレイを生で見たことがないという、本当に不思議なもので、スタジオにね、一緒に入って、そのプレイはね、見てみる、弾いてるのは見てますけど、スタジオではなく、ステージで弾いてる姿って生で見たことないんですよ。昔、和樹さんがアルハンブラで響くの代役で、サポート参加された時の映像は見たんですけど、これはね、生で見たいじゃないですかね。なので明日は楽しみでございます。コロナ禍が続いてたら、一緒会えなくなってしまうんじゃないかな。ほんとね、コロナになった時は、どうなるんだろうと思いましたね。全く今までと違う。メンバーが病気、怪我とかでもなく、抜けたとかでもなく、みんな普通にやる気満々で、スタッフ含め運営側も、さあ今年は何月からこう動いていきますよって言った矢先のことでしたので、先が見えないじゃないですか。いつまでに、活動できますよっていうのが決まってなかったので、本当にどうなるんだろうと思ってましたね、あの時はね。ライブ会場でコロナ流行しちゃったのに、本当ね、あの時は本当にライブハウスっていうのは、標的にされてましたしね。まさみさんこんばんはでございます。MC はね、場の雰囲気を壊さず、盛り上げつつ、和ませつつ、必要なことを言ってって、本当ね、大変なので、小野さんみたいにトーク力がないので、私は、なんかメンバーがダラダラいっぱい喋っていくのも、なんかね、場合によってはだれるかなと思ったので、アマチュアの頃から自分は喋らない方がいいなっていうのがあったんですよね。掛け合いするにしても、ボーカルと、あともう一人だけの方がいいかなっていう。なので、ガルだと、ゆうくんと小野さんでいいかなとか、たまにゆうきさんと小野さんだけでいいかなとかって、全員が一言ずつ喋るのは、よっぽど、なんか自分が小気味よく、テンポよく、面白いこと言えれば別ですけど、私どうしてね、口を開いても、なんか、パワハラぐらいしか言えないですからね。最初の、言うてもですよ、最初のですね、加入した最初のツアーの、1日目はマイク立ったままだったんですよ。さすがに私もね、ツアー初日でいきなり、わがまま本領発揮で勝手なことできないなと思って、マイクは立てたままにしたんですけど、初日、ちょこっとメンバー紹介で紹介された時にちょこっと一言喋ったのかな。で、2日目
喋らなくして、3日目あたりでしれっとマイクスタンドを片付けて、それ以降リハーサルでも立てなくしたっていう、そういう段階を踏んで、姑息な手段で、マイクスタンドを立てなくしましたね。キャスニューズとタカさんだとですね、まあね、本来であればガルネリを紹介するだけのものだったんですけどねガルネリネタがないんだもん。小野さん、ヨシさんより年齢は1個下ので、ヨシさんの年齢を覚えてないからあれだけど、まあ、小野さんはね、年を重ねようがいつまでも若い人ですから大丈夫です、全然。ヨシさんのウニ頭、再現するのはめちゃめちゃ時間と稽古代かかりそうですね。それがですね、私髪の毛が硬いから、猫っ毛の人とかと比べると立てやすいんですよ。で、当時アメリカにいたからダイエースプレーみたいな強力なのがなくて、その時はね、アメリカで髪の毛を立てる時は、角が多かったから、ウルトラハードのジェルを最初にこうビッタビタに塗って下地を作って、ハードスプレーで形を整えるみたいな感じでやってましたね。その中ではバンドやミュージシャンも今後は白紙状態になりました。その中でも仮にライブし方。なかなかね、配信ができるってなった時に、でもね、配信ライブやるぞって言ってからがまた長かったんで、いろいろね、行動遅かったです。和樹さんが告知していただいております。明日、秋葉原グッドマンというところで、世紀末のコピーバンド、爆裂番長ってバンドで、和樹さんが出演されます。はい。時間等々書いてなくて大丈夫なのかな気になる方は、ね、世紀末が好きな方、噂の和樹さんのプレイがどんなものか見てみたい方、ぜひお越しください。私も会場の後ろの方で見てると思います。私の特にの話が大体、いろいろね、皆さんもいろいろ不安だったと思いますよ。だって初めてのことでしょ、言ってみたら。あんだけ世界的に、ウイルスがああだこうだ言ったの。森さんこんばんはでございます。ありがとうございます。遅くなってないですよ。ダイスプレーね、ウニ頭のやつはそんなに使わないですよ。自分髪が硬いからっていうのもあるし、ジェルを使ってたからってのもあるけど、あの時アメリカのなんてスプレー使ってたんだっけな。あの時に手に入る一番硬くなるやつでも1本も使わなかったですよ。みこさんこんばんはでございます。遅くなってないです。まだまだ始まったばかりです。ふみさんがまだドラマでディスクユニオンでサイン会の時に初めて時行って高さん声かけ YouTube で喋られた高さんなるほどね。普段喋らない声を出さない日も多いですけど、一応ちゃんと、会話をする機能がついておりますので、なんとかコミュ障なりに会話をしますよ。小野さんは永遠のアイドル。そうですよ。永遠のアイドルです。最近ね、ブラウン管テレビから薄型に変わってね、デジタル放送になって、画面比率が変わったせいで若干小野さんのお腹が出てるように歪んで見えますけど、小野さんはもうデビュー当時からね、変わらずですよ。あれはもうね、画面比率のせいでちょっと小野さんが取ったように見えるだけです。のりこさんこんばんはでございます。実は1年半ぶりくらい、おかえりなさい。1年半ぶりに見る私は老けてるとか思わないでください。老けてるんじゃないの。老けてるんじゃないの。劣化しただけです。14年か13年のライブのどこかなこれでタカさんが本格的にっていうかね、呼び込みするときに、呼び込みを私は任されたんですよ。で、どういうふうに呼び込みするかも任されて、どうすれば一番みんな驚くだろうと思って喋っただけですね。明日小野さんが横浜でランチショー。そうなんですね。さあ、小野さん、働き者でございますね。じゃあ、小野さんを、見る、横浜と
和樹さんを見る秋葉原で体2つに割って見に行ってください。ね、そんな感じで、待ってね。まずはですね、一応ね、そうバタバタしてたけど、配信のサムネイルと、で、メイン画面もね、一応慌てて作りました。3日だから、当日じゃないし、大々的にね、前回大々的にやったけど、画面に誕生日感を出すのもあれかなと思ったんで、こんな感じでサクッと作りました。もう本当にね、でも、なんだろうね、もう主役じゃないからさ、あくまでも昨日が主役だったからね、なんか、紅白看板で、昨日は主役だったのになっていうのを引きずってるのもどうかと思いましたので、やっぱり自分的には、もう昨日、誕生日終わってんだから、普通に戻れよということで、こちらが合うかと思います。主役改め、今日はモブでございます。モブのタカでございます。よろしくお願いいたします。ね、本当に、誕生日終了しましたので、私は普通のモブに戻りたいと思います。すいません、ありがとうございます。なので、そんなモブの私、昨日誕生日を迎えましたので、よろしければ皆様、昨日主役だった私と共に乾杯していただけませんでしょうか。私はいつもの、ホットコーヒー、さっきテーブルに忘れてたホットコーヒーでございますが、お手元に飲み物、食べ物、そうでないもの、何でもいいので、ご用意くださいませ。では、皆様のおかげで無事一つ、また、棺桶に一歩近づきました。日々、いろんなところが衰えておりますが、こうやって、一応ですね、ちゃんと、レベルはどうあれ、ベーシストとして名乗れる状態になっているのも皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ちゃんと映るように。乾杯でございます。なんだろう、さっき入れたばかりのコーヒーがもうぬるい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。炭酸水、紅茶、ミートバなんかいろんなものを、皆さん、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。プリントケーキでお祝い、ありがとうございます。水筒に入ってるハトムギちゃん。水筒に入れてる、お出かけだったんですかね。すいません。本当にキャンディーもありがとうございます。なんか、お久しぶりの名前見た。ラナリルスさん、ありがとうございます。なんか健康的な人もいますね。日が暮れたら意外と冷えますね。そうなんですよ。寒かったしね。エア乾杯。いや、全然ありがとうございます。本当に。水で乾杯。ありがとうございます。ケーキリバー、すみません。キャンディー。ありがとうございます。ケーキリバーの横に、シワなるほど。ほうじだ。大人。エアビールで乾杯。エアビールってどういうことすみません。ありがとうございます。ビール持ってないけど、ビール持ってる体でってこと？そうなの？キープリライブルのドリンク。なるほどね。キープリ、楽しかったろうな、キープリも。いや。帰宅中、中学の友達だったら、それは良い時間を過ごされたようでいいですね。赤ワインで、いいですな。飲めないけど、なんかワインとか飲めると、おしゃれな、大人って感じでいいっすな。ボロネーゼ湯飲みでいきたい。お茶で草餅。これはなんて読むの？ボールケーナさんなのかな？
りがとうございます。1日遅れても構いません。何年遅れても構いません。おめでとうと言っていただけるだけでもありがたいでございます。で、今日はですね、バタバタの最中、急いで行ってきました。もう7時ぐらいになってたので、売ってるかどうか迷ったんですが、前回アルトさんからの、兵器絨毯爆撃に耐えた私はですね、今日まで兵器我慢しましたよ。ということで、まだ皿には何も載っておりませんが、本当にケーキ爆弾がまたいただいておりますけれども、ちょっとね、画角に収まらないんであれですけど、まずこれを出そう。名前忘れた。なんとかカンチャラ風チーズケーキってやつが一つありまして、これ出すの怖いな。まあいいや。じゃあ、チーズケーキからこってこう。今日ほんとね、慌てて画像を用意してたりもしてたので、すいません、キャンティーありがとうございます。ほんとね、バッタバタで買いに行ったんですよ。で、今日ぐらいはね、誕生日昨日だったけど、今日ぐらいは、コンビニスイーツが悪いってわけじゃないけど、専門店で買いたいなと思って、専門店に行ったんですよ。そしたら、若干だけど残ってたので、慌てて買いました。はい。慌てて帰ってきて、準備を始めて、いろいろ忘れてることに気づき、慌ててお礼画像も用意し、そのお礼画像もどうしようかと思ったんですけど、今回のお礼画像はですね、またアーシャのボツショットというか、今後どこかで公表されるかもしれないんですけど、今のところどこにも公表されてないであろうカットから、無加工のままもう、お送りしようかと。というのもですね、今日の写真を撮ろうと思ったんですけど、今日帰ってきて、あまりにもちょっとバタバタで、ひどい顔してましてなんかね、女優ライトで隠せないぐらいやばかったので、とりあえずね、配信直前で髪の毛は溶かしたんですけど、バタバタで行って帰ってきたんで汗だくだったっていうのもあってですね、写真撮れなかったんで、アーシャのカットを使わせていただきました。その代わりといってはなんですが、私が書いたサインを、貼っつけてですね、お礼画像を、お礼画像とさせていただきたいと思います。はい。こんな感じです。いらなかったら捨てちゃってください。という感じで、これなんだっけ、さっきなんかレニさんが書いてたバスク、ミコさんも書いてある。詳しい人はね、わかるんだね。バスク風だと思う。バスク風なんだのか知らないけど、そんな感じのやつですね。はい、これどこのメーカーなんだっけな。これなんて読むの？ボールミッチって読むの？なんかそんな感じの、おしゃれなケーキ屋さんでございました。これは、なんかね、なんだかね、こういうカップに入ってるやつなんだけど、なんか中華料理とかでありそうだよね。中に肉とか入ってそうな。早速食べたいと思います。はい。今日は、団子はないです。で、スーパーも、コンビニも寄ってないので、ここのケーキ屋さんのケーキだけでございます。数を少なくしたのはですね、最近ちょっとスイーツを食べるのに夢中になって配信が今まで以上にグダグダになってるから、数を減らしました。今日は残りあと、2つケーキが残ってるだけでございます。はい。
食べてみたいと思います。こんな感じの方がいいのか。チーズケーキでございます。いただきます。皆様も何か食べ物がある方お食べ。うまっ。これうまっ。いやー、ほんとちょっとやっぱコンビニとは違うな。うまいな、これ。めちゃめちゃうまいな。やばいな、俺は美味しいものをしてしまったよ。これめちゃめちゃ美味しいな。やばい、止まらねえ。めっちゃ滑らかで、でも味濃厚なんですよ。でも、重くないの。でね、めっちゃコーヒー、紅茶に合うだろうなと思うんだけど、飲み物を飲むのももったいないぐらい、口の中をこれの味で満たしておきたいぐらい美味しい、これ。これ美味しい。夜だったからなかったんじゃなくて、やっぱ美味しいからないんだね。これは、やばいな。なんか、なんだかんだ理由つけてまた買ってきちゃいそうだな、これ。なんかこうやってね、そうスイーツに夢中になるからいけないんだよね。本当に。そう、配信中なんですよ、私今。でもさ、配信がどうでもよくなるぐらいには美味しい。完食でございます。これね、美味しいよ。この、なんだ。お店の正式名称読めないからあれなんだけど。やっぱブールミッシュさんですね。ここに書いてあった。ブールミッシュさんというケーキ屋さんでございます。もし、見かけた方、ぜひ、この、なんだっけ、バスク風だっけ、チーズケーキ。なんか普通のチーズケーキも売ってたけど、なんかそれも多分美味しいんだろうな。このカップに入ってた、バスク風チーズケーキ。ぜひお試しあれ。これは、うまかったね。いやー、これはいいものを見つけたよ。次何を食うか。待ってね。これはもう出しちゃおう。私はケーキを買うとしたら、当たり前のように、ケーキと、出てこない。どうだもちろんですよ。だからお店にさ、ショートケーキとチーズケーキは1個しか残ってなくて、ほんと変えてよかったよ。こんな感じでございます。色も綺麗でございます。もうコンビニとは違うよ。だからね、コンビニのね、下に見てるわけじゃないんだけど、さすが専門店でございます。全然違う。美味しいに違いない。美味しくなかったら、私はもうね、ちょっと言うのやめよう。いやー、この、ブールミッシュさん、宣伝しておきます。ブールミッシュさんでございます。見えるかな、見えづらいか。ブールミッシュさんでございます。
皿がちょっと小さかったな。チョコくんは、でも退避すると交互に食べれないんだよな。倒れるかもしれないけど、仕方ない。それは仕方ない。背中合わせで食うか。何も書いてあります。これの方が見やすいか。これはボナペティって書いてあるだけだった。ごめん、お店の名前じゃなかった。ブールミッシュは百貨店に入ってるイメージ。あ、そうなんですね。おしゃれでしたよ。綺麗なお店で、お店っていうか、お店のコーナー一角で、親切丁寧な店員さんが対応してくれました。前買うんかいみたいななんやこのおっさんケーキ買うんかいっていう感じもね、お首にも出さず、どちらになさいますかって笑顔で言ってくれましたよ。3つ買って保冷剤くださいって言った。お前本当に誰かと一緒に食べれるような友達いんのかみたいな顔もされずにですね、なんか一人で食うのかこいつっていう顔もされずにですね、すごく丁寧に対応していただきました。ていうかフィルムが撮れねえ。もう慌てすぎだね。いやいいね。ほんとフィルムのクリーム舐め取りたいね。手を拭いて。日本のスイーツは本当に美味しくて初めて食べていただきました。あら、そうなんだろう。井ノ原さんのところ、お住まいは中国のどこが何だかわからないですけど、もういろいろ有名どころはあるんじゃないのかな。さあ、一口目はどっちからいきますかね。衝動劇が倒れそうで怖い。ケーキ美味しいっすよ。やっぱ日本人向けに作ってるか、日本人の私にぴったりでございます。フランス人としてブルミッシュみたいな小さい言葉を見るのがあっちゃう。あ、そうなの小さい言葉だ。そう。なんかね、どういう意味なのかわかんないけど、ならアメリカ人が初めてポカリセットって聞いた時にとんでもない想像をしたっていう話みたいな感じなんでしょうね。大阪にもブルミッシュさんある。あります。あったらもう全然、もうぜひ買ってみてください。いただきたいと思います。いや、そらうまいよ。もうこれはちょっと、大口で行かせていただきますね。スポンジが。いいね。いけるかな。こうしそうで怖い。そうか。大口で見せちゃうと、あまりにもあれだね。うまい。やばいね。これスポンジもふんわり軽くてクリームも軽いし、でもめっちゃうまい。いちごも美味しい。いやー、これぐらいならまだ家に大口で食えるかな。
うん。あ、これちょうどいいね。ああ、いいな、これ。美味しい。やばいね。うん。いや、これ乗ってるチョコも美味しいね。この、板チョコを模した小さい板チョコ。いやー、やばいね。黙々と食っちゃうね。止まらんよ。ダイエットしてなければこれはもうちょっと買いたかったな。あ、もうどっちもね、コーヒー紅茶にすごく合うと思う。でも本当にコーヒー紅茶を飲むのがもったいないぐらい今口の中が美味しいし、なんだろう、甘さで溢れ返っております。ああ、いいね。これすごい。すごい。ゆきさんとかにまた食べてばっかりって言われそう。でも、それがどうしたって言えるぐらい美味しい。本当に。あら、もっとどうしましょう。すいませんね、皆さん。一人こんなに美味しいもん食べちゃって。お裾分けしたい気持ちはまあ一切ないですけど、できれば皆さんにもこの美味しさを味わっていただきたいです。本当に。ね、まあせっかくのね、誕生日、1日遅れとはいえ誕生日配信なので、何かしらさんの誕生日的なこと、あとね、ガルのこともそうですけど、いろいろ話したいとは思ってたんですけど、まあ何もないんですわ。本当に。でね、まあそうこうしてるときに、これ、イチゴがでかい。切るのがもったいないけど。ちょっとね、全く関係ない話をちょっとしていいですか。ある意味、この配信チャンネルって教養番組だからいいのかもしれないけど、まあね、常日頃、政治経済世界情勢、環境自然環境とかいろいろ考えてる、私や皆さんですから、興味はあるかもしれないんですけども、昨日なんか一昨日にね、ネットで地上波テレビの情報番組かバラエティかなんかの切り抜きがあって、それをショート動画があって見たんですよ。うまい。うまい。で、そのね、動画で最新文房具っていうのを紹介してたんですよ。ねえ、ちょっと、もういちご先食べちゃおう。いちごがうまい。コメント全然読んでなかった。なんだっけ。全然の三越のみたいだからしたかったです。ぜひぜひ。リハはまだでございますね。6月頭から入ります。私、絞ったてケーキ買って、もうね、ケーキは、自分へのご褒美で買いましょう。瀬戸りはまだ来ておりません。はい、まだ来ておりません。何の由来をまさみさんが教えてくれたの？ちゃんと見てなかった。
リンクが、後から見ますね。キリンソウでいいのかな。キリンソウさん、はじめまして。こんばんはでございます。遅刻ではないですよ、全然。はい。全然大丈夫です。オンタイムが無理そうでしたら、アーカイブも全然残りますので、ご心配なく。そんな誕生日おめでとうございますよ、そんなね。はい、ありがとうございます、本当に。こんなんでごめんなさい。でですよ、話をちょっと戻しますけど、最新文房具って話をしてて、鉛筆あるじゃないですか。クリームがもったいない。鉛筆ね、今、最新の鉛筆事情がどうなってるかっていうのを、メーカーさん交えて、話してですね、お茶さん、こんばんはでございます。お初の方がいらしてる、ありがたい。こんな感じですけど、楽しんでいただけるとありがたいと思います。鉛筆のね、半分より後ろは今っていうかそこのメーカーさん、最新の鉛筆は、芯を後ろ半分入れてないともともと。芯が入ってるのは前半分だけだ。で、なんでかっていうと、そのメーカーさんが言うには、アンケートっていうか調べたところ、鉛筆が短くなって持ちにくくなったら使い切らずにみんな捨ててるんだと。で、どうせ捨てるんだったら、じゃあ、その後ろ鉛筆の芯入れなくていいじゃないかと。で、鉛筆の芯が入ってることで、捨てられた鉛筆が、その鉛が入って混入してるから、鉛筆の木がリサイクルできないと。最初から後ろ半分芯を入れなければ、木だけになるから、木片チップ等々でリサイクルできるんだ。これはエコだ。SDGs だって、ドヤ顔で言ってたんですよ。それをね、ちょっと見て私、ちょっと納得いかなかったんですけど、皆様はどう思いますか？それはエコなの？鉛筆の芯が半分入ってないっていうのは、それはエコなの？バッシーさんこんばんはでございます。キープリライブからの楽しい夜を過ごした後に、私のこんな配信見て、余韻が壊れないか心配。やばい。やばいよ。もうこんだけしかないよ。これね、このホイップがね、またね、しっかり味がするのにね、軽いんだよね。理屈は軽くなんか複雑な気分。むしろ後ろ半分の木が無駄じゃないか。そうなんですよ。エコというのはコスト、勝手抜き。ほんとそうでしょ。マリコさんこんばんはでございます。なんかね、その言い分はわかるんですよ。どうせみんな、捨てちゃうんだから、後ろ半分入れなくていいやっていうね。でも、きっちりその芯を使い切って捨ててるならいいけど、持ちにくいっちって捨てた中に少しでも芯が残ってたらそれリサイクルできないっていうことになるわけですよ。芯が入ってると木片チップとかとして、リサイクルできないっていう言い分をするんであれば、少しでも芯が残ってたら結局リサイクルできないでしょっていう話なんですよ。で、自分の小さい頃っていうか小学校の頃とか、小学校の頃はシャープペンシル使用禁止だったんですよ。小学校5、6年までは、その3、4年生まで鉛筆だったんですよ。で、短くなった時、本当にこんなに短くなっても、鉛筆が短くなった時を持ちにくくなった時用の付け足す器具が売ってたんですよね。だから、
小さい頃もどれだけ最後まで鉛筆を使えるかっていうのをみんなで結構競ってたんですよ。いやもう持ちにくいから捨てるっていう感覚が一切なかったですけど、今の人は鉛筆持ちにくくなったからって捨てちゃうの？このなんか延長器具みたいなそういうサポート器具もう今売ってないってことなの？結局どっちがエコなのって話なの。そんな半分でポイポイ使い捨てるような鉛筆を量産して買わしてるのがエコなのか、しかもそのリサイクルができるかどうか分かんないような鉛筆でしょ。ギリギリまで使って捨てる方が自分としては SDGs の理念に沿ってると思うんだけど、無駄をなくすというか、なんかちょっとね納得いかないというか、ってもやもやするなと思ったんですけど、皆様的にはどうなんですかね。うんうんうん。製造工程が複雑になるとコスト燃料費がかかるとか、そうなんだよね。短くなったらキャップ使ってました。そうね、キャップとかそういうのを使ってましたよね。なんかね、シャープペンシル禁止、理由がよく分かんなかったけど、多分自分でその鉛筆を削れっていう話だったんですよね。なんか鉛筆削り器じゃなくて鉛筆削るなんかナイフを忘れられてたから。鉛筆ホルダー、そう、鉛筆ホルダーってやつ。色鉛筆だろうが、なんだろうが、それを使って、本当にその鉛筆ホルダーでも、もう持てなくなるくらい短い鉛筆にするのが、みんな流行りじゃないか。なんか俺はここまで使ったぜっていうのがみんな誇らしげだったんだけどね。それの方がなんか物を大事にしてる気はするんだよね。物を無駄にしないというか、最後までなんか使い切るように努力するっていうのは、本当にこう、なんていうの、すいません、ありがとうございます。こうね、短くなった鉛筆、最後はその短くなった鉛筆を一応、なんだろう、ナイフで鉛筆をちゃんと芯削っといて、で、その後ろの方にカッターとか彫刻刀でね、模様を入れて遊んでたりもしたんですよ。子供の頃って何でもおもちゃにするじゃないですか。なんかそれでこう短い鉛筆なりに、なんか、飾るアイテムじゃないけど、そういうのを使ってたこともあったんですけどね。その方が無駄にならないというか、自分としてはエコだとは思うんだけど、それの何がいけないんだろうなっていうね。鉛筆を半分にして、リサイクルできるようになったからエコです、 SDGs 我が社は考えてますっていうのを、なんか今の時代のにはついていけないなと思いました。やっとコメントができるようになりました。初心者です。そんな全然初心者とか全然関係ないですよ。もうなんだろう、自分はいいですけど、他の人を攻撃したり誰かを傷つけるようなコメントでなければ、もうお気軽にどんどん私に対してのクレーム等はもう何でも書いていって大丈夫ですけど、鉛筆ホルダー今でも100均売ってます。売ってるんですね。売ってるんだったらそんな芯が入ってない鉛筆なんて作らなくていいじゃないね。なんかコストカットの言い訳にしてるようにしか見えないんだけど、なんかね、なんだろう、太陽光パネルと同じですよ。森林伐採して自然を壊しといて、なんか再生エネルギーエコだって言ってるようなもんでしょ。
美味しいケーキの後のコーヒーがたまらんね。うまいね。後ろにキャップとかつけて最後の最後まで使ってた私の努力は。ほんとそうですよね。なんかね、その鉛筆ホルダーっていうのそのね、鉛筆ホルダー、自分の時はなんか銀色のやつだったけど、それをこう、いろいろね、まあ子供だから、なんだろう、手元にあるような油性マジックとかなんだけど、そういうので色つけたりとか、なんかいろいろ装飾して、なんか自分だけのホルダーにして遊んでたりもしたし、今の時代は変わりましたな。自家鉛筆同士をつなげることができるグッズを子供と使ってました。あとさん、へえ、鉛筆同士をつなげるんだね。今で使ってもやもしました。なるね。そうね。そうなるのは。うん。ナイフで削ったことない。なるほどね。なんか自分の時はね、小学校1、2年の頃から、鉛筆、その削り器ではなく、鉛筆を削るナイフを、使って鉛筆を削る練習をしてましたね。そこから、ナイフの扱いを覚えるっていう感じでしたね。1、2年の頃はちょっと、怪我防止用のなんか変な形のやつもありましたけど、普通に、小型ナイフみたいな感じで削って、どれだけ綺麗に削れるかっていうのを、ここでナイフの使い方をまず最初に覚えてましたね。自分の場合、左利きだから、こうね、ナイフを普通の人はナイフを持ってこう削るんですけど、左手で持つと刃が裏返しになるんですよ。だからちゃんとうまく削れないんだけど、左利き用のナイフなんて当時なかったから、それでも私は強引にね、裏返した刃で、鉛筆を削ってたんですよ。で、やろうと思えばやれるもんで、まあ結構うまく削れるから、先生からなんかあんたは不器用なのか器用なのかよくわからない人だねっていう風な感じで言われてましたね。まあハサミもそうなんですけど、当時まだ左利きの人間に人権がなかった時代ですから、左利き用のハサミなんかなくて、全部右利き用のハサミだったんだけど、右利き用のハサミでも左手で切れるように自分がいつの間にかなってて、まあ、小さい頃からハサミ使うの好きだったから、知らないうちに左手で使えるようになってて、で、やっぱ周りの大人たちはびっくりしてましたね。左で使えるんだっていう。なんか逆にね、力の入れ加減が、普通のハサミと逆だから自分はね、左利き用のハサミを気を使って渡されると逆に切れないんですよ。本来入れる力よりも、力の向きよりも逆で使ってたから、左利き用のハサミを渡された時に本当に切れなくて困りましたね。未だにね、あとね、右手で右利き用ハサミを使えないんですよね。やっぱね、なんか、繊細な作業は、まあ、左手もできてるわけじゃないけど、右手はやっぱあんまできないので、結構いろいろね、本当包丁しかりなんでもそうですけど、ナイフとか、あとバターナイフは特にそうですね、完全に右利き用だから、左手で使うと使いにくいとか、まあ、シャーペンとかボールペンね、こういうのもそうですけど、右手で持つように考えられてるから、ペンのね、見るかな ?YouTuber みたいなこと。見えないね。まあ、ロゴとか名前が入ってるわけですよ。右手で持って読めるんですよ。左手で持つと、いわゆる上下反転になるから、ちゃんとね、ロゴも文字も逆になって見えれないっていう。そういうので、いろいろキャラクターものの、特に、中学校の時とか世紀末の、お店で買ったシャーペンとかを左手で持つと
閣下のキャラクターが逆さになって悲しいとかね、そういうことありましたけど、でもなんだかんだね、うちの親は基本的にはその左利き用のなんとかっていうのを買わない人だったから、なんだかんだ右利き用のもので左手でできるようになってましたね。危ないって削るカッター類は禁止。ああ、そうなんですね。使わせて危なさを、なんだろう、分からせてっていう時代でした。時代っていうか、うちの学校でもそうでしたね。りんこさんこんばんはでございます。ありがとうございます。鉛筆ホルダーに消しゴムついてるとすぐなす。ああ、消しゴムはね、自分なくさなかったけど、すぐねじ切っちゃってたから。いじるとどうしても、鉛筆に消しゴムが後ろついてるやつもそうなんだけど、なんかね、こう、いじってるといつも、金具のところから綺麗に取れちゃうんだよね。確か事件が起きて鉛筆削りが生まれた。まあ、うちの学校でもあれですよ。やっぱり、初めてナイフで鉛筆を削るっていうので、怪我する人は学年に1人2人はいましたよ。でもあの時は、なんか、怪我する方が悪いっていうか、注意深くやれよっていうので、逆に怪我した方が怒られてましたからね。まあ言ってみたら小学校の時に電動の糸の子とか、そういうのも使ってたし、なんだろうな、まあ危ないっていうのを、まあ、怪我をしろとは言われないけど、怪我をしないようには当たり前なんだけど、刃物の怖さとか、薬品の怖さもそうだけど、そういうのを小さい頃から分からせる教育があったというか、してたような気がしますね。今はどうか知らんけど。でもね、使い続けてもらった人は、買った人はごめんなさい。本当、後半しんないとなんだよと思いますよね。本当に。だからね、今の、まあ私ね、そういう、なんだろう、エコだなんだっていう運動はあんま好きじゃないのであれですけどね。ただ、そういうのをなんか、最新文具として紹介しつつ、そのメーカーさんはなんて素晴らしい理念を持った会社なんだみたいな感じで紹介されたのが、ちょっとなんか自分としてモヤモヤしたので、心でちょっと、聞いてみようかと思ったまででございます。はい。通販サイトでたくさん延長パーツ売ってる。ああ、やっぱまだちゃんとあるんだね。なんかそれをまあ、売ってるけど誰も買ってないとかだったらあれだけど。いつの間にか NHK が消えてる？ NHK はもともとついてないけど、NHK 風な文字はついてるよ、ずっと。半分の後ろ半分を捨てるの SDGs と思い出すね。ほんとそうなんですよ。なんか違うでしょ。なんかね。ですね、カカオの殻を鉛筆にするってやってました、そちはさん。ああ、そう、何かを再利用したものを作るっていう方がね、だと思うんだけど、何かを無駄にして、無理やりこじつけて、なんかね、しかもリサイクルできるかどうかもわかんないようなものに、やるっていうのはね、理解できないですけど。はい、もうケーキ終わってしまいました。はい、私の誕生日同様、終わってしまいました。とりあえず、環境改善のため、なるほどね。後ろ半分を金属水性とか、先をチップにしたリサイクルになる。どうなんでしょうね。普通に鉛筆を作ってた方がいいと思うんですけどね。なんだろう、森林伐採反対して、なんだっけ、今まで捨てるような、すみません、ありがとうございます。昨日、入れ端とかから爪楊枝やら割り箸を作ってたのに、その、ね、切れ端の木とかを全部破棄して、海外からね、主に中国から、箸を輸入して、エコだって騒いでた日本ですからね。本当にね、何をお偉い方は考えているのかって感じがしますが。ファーシーさんこんばんはでございます。遅れてないですよ。ただケーキを食べただけでございます。
アメリカで鉛筆使ってたんですが、留学の時は向こうはね、基本的にボールペンなんですよ。鉛筆ではなく。なので、ボールペンを使っておりました。鉛筆だと、まあ、汚れるっていうのもあるけど、すいません、ありがとうございます。なんだろうな。レポートにしろ何にしろ、基本的には、提出物はもう、ボールペンだったので、授業中、ノート取るときもボールペンが多かったかな。ボールペン文化だったのかな。大学になる頃には、高校の3年ぐらいかな、もうパソコンが当たり前のように向こう、学校で普及してきて、レポート提出の時は、それまで紙に、ボールペンで書いてたものが、パソコンで入力して、プリントアウトして出しなさいみたいな感じになってましたね。1ページのマージとか全部細かく設定っていうか、指定されてて、フォントは何で、大きさが何で、1ページに大体何文字最低入ってないとダメみたいな感じで、それまではもうほんとボールペンの手書きでレポート用紙に書いて、そういう時代だったので、もうこうは鉛筆なんてほんと使わなかったですね。アートのドローイングのクラスの時ぐらいかな。ボンナイフって何？すみません、ありがとうございます。申し訳ない。後ろ同士をホッチキで止めた。それはやりました。子供で、こう、バカだから、ホッチキスで、こう、ね、止めようとして、斜めに入ったりとか、ずれたりして、いびつになったりとか、ちゃんと、くっつけてないから、ガタガタしてたりとか、本当ね、小学生のガキンチョの考えることだから浅はかなんだけど、大体鉛筆で六角形じゃないですか。で、6面に、ホッチキスで留めると強固にはなるんだけど、それを2面だけにしようと。そしたら、稼働するじゃないかと。で、バカだから何も考えずにやるわけですよ。そんな保持力もあったもんじゃないじゃないですか。そうやってね、必ず1回は失敗するっていうね。多分大人になっても同じことを考えるんだろうけど。左利きは憧れ。それはどうなんでしょうね。昔は左利きがね、ちょっと、いろいろね、差別用語が生まれるぐらい下に見られてた存在なので私ね、どうなんでしょうね。でもその時代を知ってる自分からすると、なんかね、左利きがこうもてはやまされるようになってくるとちょっとと思っちゃいますけどね。結構ね、うちの親は本当に私が頑固で右利きにならなかったから諦めたっていうのもあるんですけど、よく左利きのまま許したなとは思いますけどね。なんかうちの兄貴ももともと最初、赤ん坊の時に親から物を渡された時に、まだアブアブしてる時ですよ。必ず左手を出してたそうなんですよ。でも親が強制的に右手にも持たせてやってたら右で使うようになったと。で、自分が生まれて同じように物を差し出したら、自分もやっぱり左手を差し出すと。で、兄にやったようにうちの親は右手に持ち直させようと努力したそうなんですけど、ところが私まだ生まれた頃から頑固な老害だったらしく、右手に持たせても絶対左手で持ったらしいんですよ。右手に持ち返させようとすると感触を起こしたりぐずったらしいんですよね。それでもう諦めて、じゃあ左利きのままでいって苦労するがいいさみたいな感じになったらしいんですよ。当時はね、小学校3、4年の頃とかはね、授業参観とかで、他のね、親が見てる中で自分がこう当てられた黒板で
文字を書くときに、左手でチョークを持って書くわけじゃないですか。そうするとね、初めて自分がこう文字を書くのを見た親は、どよめいてました。あの子左利きよみたいに。うちの両親も多分そういう面では肩身狭い思いしたんじゃないかな。多分言われることもあったと思いますよ。直さなかったんですかとか陰口も叩かれたと思うんですよ。あそこの親、下の子左利きのままなのよみたいな感じで言われたと思うんですけど、まあ自分は、ね、左利きのまま過ごせたのは、ね、親がいろいろ許してくれたからなんですけど、時代とともに左利きの人権というか、生きる権利がですね、だいぶ、右手の人に近くなってきてですね、左手でも生きてていいんだっていう時代になってきたのでね、だいぶ助かってますけど、だからアメリカ行った時に左利きの王さんにびっくりしましたけどね。左利きばっかじゃんみたいな。そういうので、またそこでもカルチャーショックというか文化の違いを感じましたよ。左利きは左利きでそのままっていう。別に直したい人もいたんでしょうけど、ほとんどの人がそのままで、誰も咎めないっていうのは。ボンナイフを知ってる人がいるんだね。ボンナイフって何なんだろう。そういう鉛筆を削るようなナイフのことかな。左手ハサミにすると全然切れなくて左利きの方が思い馳せた記憶。その力加減がね、逆になっちゃうからね、押すか引くかなんですよ。左利きの方が天才肌が多いイメージ。それはたまたま天才と呼ばれる人たちが左利きだっただけで、左利きの人が天才ってわけじゃないんですよ。ただ単に変わり者というか、ひねくれ者というかね、つまはじき者ってことですね。両手の工夫して使ってからベースに生きてるんですけど、どうなんでしょうね。習字は小学校の頃学んで習いに行ってましたけど、その頃、右手でね、毛筆っていうのは右手でしか綺麗に書けないから、右手を使って、その右手で文字が書けるようにっていうので、習字習ってたんですよ。で、友達も通ったし、で、左利きの人間が右手で習字を習ってるってことで、一応初段までは行ったのかな。本来だったらそこまで上手くないけど、こいつ左利きだし、甘めにっていうことで、一応初段はもらったけど、もう、習字やめてからは全然文字書かなくなったから、今はもう全然ですよ。左手が綺麗な字を書けるかっていうと書けないんですけど、左手が本当に汚い字だなっていう文字だとしたら、右手で書くと汚い上にプルプル増えたミミズ文字になるので、最悪な文字になるっていうね。どっちにしても字は汚いので、あんまり人前で文字は書きたくないんですけどね。生まれつき目が悪いので点字使ってるんです。友人たちは鉛筆どれだけ短いのを使えるか競ったね。競いますよね。そう。どこまで短く最後まで使えるかっていうのはやっぱりだって誇らしいものでしたよ。自分が子供の頃って物を何年使えるか、小さな頃からこれを使い続けてます、これを気に入るやつ修理して何年も使ってますっていうのが自慢でしたからね。天井書く針、昔ね、私ね、点字をね、小学校から中学校の時は点字を勉強しようと思ったので、いろいろ調べてね、その針とかね、なんだっけ、実際に、小遣いで買えなかったけど、用意しようと思ったことあるんですよ。点字と手話は子供の頃に結構ね、興味があって、手話に関しては NHK 教育の手話教室とかも見てたしね。点字もね、ひらがなを読むやつだけはね、いろいろ見てたんだよね。もう今全く覚えてないけどね。すごい興味があったんだよね。あった船の箱に入れた時水は生活しよう。
なんかそういうのもあるんだよね。なんか全然コメント追いつけてない。ミシンで2名型ガスバーナーで髪の毛チンチンした同級生をした。まあ、当時はね、いろいろありましたよ。だって、電動糸の子で手を切っちゃった子もいるし、彫刻刀で自らを彫刻してしまったやつもいるし、薬品で火傷したやつもいるし、まあ、波乱万丈でしたよね。なんか、でもそういうので、何かしらみんな危険を知ってというか、やっぱりこういう時をふざけちゃいけないっていうのを身をもってみんな知るというかね、そういう、事前にこう、保護して、いっぱいを、そういうね、自らに痛みを伴う、いっぱいを経験せずに行くよりは、熱いものを触ってやけどしても触らなくなるような、そういう覚え方もあってもいいかなと思いますけどね。はちみつさんこんばんはでございます。今更でございますが、ありがとうございます。本当にコメントが追いついてなくてすいません。ちょっと待って。追いつくよ。待って幼いのに老害とはこれいかに。いや、もうね、老害として生まれたと思ってください。頑固さがお兄さんを呼ばした。そう、兄貴はね、結局兄貴は今両利きなんだけど、自分はもう堅くなに左でしか使わなかったそうなので、まあ嫌なガキですよね。あぶあぶ言いながら、親の言うこと一切聞かないっていう。ボムナイフは多分鉛筆削るナイフ。そういうことか。いっぱい持ってた。兄貴が小学校で使ってた分と、親が持ってた小さいナイフと、自分の小学校の時に買わされたナイフ、学校で買わされたナイフがあったんですけど、どれも右利き用だから、全部刃が裏返しになるんですよ。で普通に当てると、それは刃がないから、全然削れないんだけど、コツがあってね、ちょっと角度を変えるとね、削れるんですよ。ただ、普通の人が、物があって、こういう角度で削れるとしたら、自分はこうしないと削れないんですよね。だからちょっと深くなっちゃうんだけど、でも慣れてくるとね、綺麗に削れるようになるんですよ。まあ、名の自慢にもなりませんけどね。リタさんこんばんはでございます。はじめまして。ようこそ。この私のどうでも良い配信にようこそ。東さん、去年、特で CD 高さんから美しい字のサインを書いてました。本当ですか？何書いてるかよくわからないし、CD に書いたサインでしょ自分でもよく、あれサインこれで合ってるっけなっていうぐらいじゃなくてわかんないんですけど。カラハの天井勉強書がいろいろありましたよ。もともとね、小さい頃から、うちの歯医者で働く、技師さんっていうのが、大体その耳の聞こえない方なんですよ。いわゆるその手にそういう障害をお持ちの方が、手に職をつけて、働くので、結構主流だったのかわかんないけど、歯医者の技師さんはそういう耳の聞こえない方が多くて、でうちの親父の医院で働いてた技師さんっていうのはもう代々耳の聞こえない方なんですけど、でね、皆さんすごくいい方ばっかりで、そういうのもあってですね、いろいろね、手話を覚えたいとか、病気とか事故とかで途中から聞こえなくなったわけではない方ばっかりだったから、読心術っていうのがやっぱすごくて、口を見たら大体何を言ってるか分かるっていうから、あんまり自分は子供の頃手話あんま関係なかったんですよ。でも、やっぱなんかね、知りたいわけですよ。向こうは完璧な発音ではないけど、一応話せはするんですね。でも、聞こえたことがないから、訓練である程度の発音はできるけど、したったらずな感じには喋る。
で、そういうのがやっぱりまだ時代的にも厳しい、冷たい目で見られる時代だからあんまり喋りたがらない。で、自分としてはもうその、ね、従業員のうちの親父の院で働いてる、受付にしろ、衛生士にしろ、技師さんにしろ、そういうのお姉さんたちといろいろ遊びたいわけですよ。ガキだから。その時になんか、向こうがね、遠慮して喋らないのもあれだったから、なんか、じゃあ、俺が手話を覚えれば楽しく喋れるんじゃないかっていうのがきっかけだったんですよね。なんか、で、そっから、展示にも移ったわけですよ。手話とかいろいろ勉強とか興味を持ち始めた時に展示というものがあると。で、何かで展示の本を、なんかの物語を展示にした本を触ったことがあって、でその時にはこういうのがあるんだと。指だけでわかるんだって言って、すごくね、感動して、で、結構小さかったんですよね。その当時から当たり前のようにエレベーターにしろ何にしろ展示っていうのはついてたわけじゃないですか。普段気にしないから全然分かってなかったんですよ。なんか点々があるなぐらいしか。でも、キャンディーありがとうございます。もうね、そういう、見た目にはね、真っ白なページにデコボコしてるだけの展示の本なんですけど、自分たちには全く見えてこない、何もわからないものだけど、その展示を知ってる方がこうそれをなぞることで物語が読めるわけじゃないですか。本当に単純に一番それに感動して、最初はね、その自分でその展示を打つっていう装置とかを変えなかったから、文字の配列だけでも覚えようと思って、なんか早見表かな、なんかそういうの持ってたような気がする。結局全然今覚えてないけど。なんかね、そのドラマとかでもあったんだっけな、なんかね、ドキュメンタリーとかもそういうのよく見てたからね、親父と一緒に。で、なんか、本当にこう、一個一個ね、針でつけておくわけですよ。その作業をやってみたくてね。小学校の頃、いつだっけな、なんか展示で自分の名前を書けたんだよね。それぐらいだったかな。なんか小学校のガキですからね、続かないんですよ。本当に。興味がどんどんあっちゃこっち行っちゃうし、ね、ダメだよね。何一つ身についてないよ、俺。電の子でウェビーのアキメ情報に、いらっしゃった。そうね、電の子でさ、本当に大怪我した同級生とかいたからさ、怖いよね。そらさ、子供だからやっぱ調子乗ってやっちゃうんだよね。で、意外とサクッといっちゃうから、それは親指やばいよね。そうなんだよ。すいません、ありがとうございます。なんか、このキャンディーは何のキャンディーかよくわかってないけど、彫刻刀に関しては本当、太ももに刺しちゃったやつもいれば、なんかね、いろいろくり抜いちゃったやつもいるし、で自分はね、刃物に関しては小さい頃から図画工作が好きだった男としては、扱いに慣れてたっていうのもあるのと、いたずらっ子だったので、机椅子が穴だらけになってたり、彫刻刀でいろいろ削って子供ながらにいろんな印泥を彫ってましたよ。めっちゃ怒られたけど。椅子なんか特にね、大小、いろんな穴が開いてましたからね。一応模様としてね、穴開けててね、なんだっけな、座布団かなんかを引いてよかったんですよ。いわゆる防災頭巾みたいな感じで、地震になった時にその座布団を頭にかぶれるようにっていうので、その座布団があるから、普段見えないんですけど、掃除の時とかに、ね、座布団を取ると、俺の机と椅子は
穴ぼこ傷だらけで、すごいことね、お前としまいし、お前は何やってんだって怒られてましたね。私は勉強して講演会に参加し、私は仕事の相談、とからただね、障害関係のね、いろんな障害ね、身近にもいろいろいましたので、講演会とかに行ったことはないけれども、いろいろやっぱ生活が大変だっていうのは、少しはね、やっぱり友達が多かった分、わかる気ではいるんですよね。でも、ここまでね、ある程度大人になってから深く勉強してないからね、そこら辺はちょっと誇れたものではないんですけどね。なんかね、生まれつき目が見えませんが、パソコンやスマホのおかげでこうして参加できるさすがに変換ミスだったです。全然大丈夫ですよ。私、目が見えてても変換ミスばっかですから。まあね、なんだっけな、目が、いわゆる弱視の方から、全く見えない方もそうだけど、パソコンができて結構初期の頃からだけど、ユーザー補助機能っていうのが充実してたのにはびっくりしたんですよね。読み上げ機能だったりなんだかんだり、特定の色が見えない人だったら色の補助をしてたり、明るさもそうだし、当初は本当に聞き取りづらい機械ボイスだったけど、まだ留学してて、そんな一家に一台いうようなパソコンのレベルじゃない普及率の時に、すでにやっぱりそういうユーザー補助で、視覚的、聴覚的に、利用が難しい人用に調整機能がもうすでについてたっていうのがすごくね、当時パソコンに授業で初めて触れて、なんかびっくりすると同時に感動した覚えはありますね。こういうのって大事ですよね。便利なツールも結局使えなきゃ意味がないわけだから、今はもうちょっと使いやすくなってるのかな、どうなんだろう。最近パソコンに立って電子書くのがめっちゃ早い。出たのはそりゃそうですよ。だって、普通に自分だって鉛筆、ボールペン、シャーペンもあんま持たないから、漢字は忘れるわ。汚かった字がさらに汚くなるわ。文字をペンを持って書くっていうのがすっごい疲れるもの。なんか、漢字書かないから、書けないし、読めはするけどね。そんなもんですよ。やっぱり便利なものが出ちゃうと人間どんどん退化しちゃうんですよ。退化もすれば劣化もするしっていう感じですよね。薄くてボディが金とかで折りたたまれて数センチのカバンナイフ。なるほどね。なるほど。わかった。イメージできた。うちにあったはず。当事者がもっと勉強したい。当事者だと切実に勉強してなきゃいけないんでしょうけどね。でも、当事者じゃないからこそ勉強しなきゃいけないというのもあると思うんですよね。やっぱり理解を深めるためにも。なかなか、東京なんか特にそうですけど、白い杖を持って、駅とか歩いてる人たちに遠慮なくぶつかってくる人が多いのでそれどうなのとか思うし、たまにね、駅の階段とかでも、杖をね、こう持ってる人がいるわけですよ。で、なんかで見たんだけど、助けがいりますよ、人してますっていうサインらしいんですけど、そういうのを普通に無視して通ってたりとか、そういうのはやっぱり理解がないから起きるっていうのもあるかなと思ってるんですよね。
まあ、大抵その駅員さんとかが、声掛けして事なきを得てるみたいですけど、ちょっとね、いろいろある、やっぱね、いろいろ、まずは勉強しないとダメですよね。学校教育から、小学校からいろいろ教育していかないとは思いますけど、まあ、一時期のアメリカみたいに変に偏ってて、なんだかどっかの、小学校かなんかで、新しく着任した先生が実際働いてみたら、掛け算引き算と足し算とかそういうのが全くできてないのに、この銃はどんな銃だとかあと LGBTQ についてやたら詳しかったりとかっていう子供ばっかりで嫌になるっていう話を、本当かどうかわかんないけどネットで見て、恐ろしい時代になったもんだと思いましたけどね。学ぶことこうみたいなね。中学生なんて展示クラブに入っていたことを今思い出した。展示クラブとかそういうのありましたよね。そうそうそう。今はかなり機械ボイスも使いやすい。ああね、そう、その機械ボイスにしても、随分とやっぱり人真似というか、聞きやすく滑らかになりましたよね。展示を打ち込んだことがあったら不思議。なんか昔の方がそういう展示もそうだけど、違うもそうだし、なんか世の中の身近だったような気がするんですけどね。今なんか逆になんか触れたらいけないみたいな感じなイメージなんですけど、どうなんだろう。いろいろね、いろいろ思うとこあるわけですよ。常日頃から政治経済世界情勢、もうなんだろう、世界の自然もそうですけど、いろいろ考えてる私としては、ウェブサイトがもっと広めとし、小学校にたらけはし、本当そうそう。だからね、今でも時たま話題になってるけど、今はその YouTube とかで、何かしら体に障害を持った方が発信できるから、当事者の声として直接訴えかけられるからいいけど、それでもやっぱりね、見ない人は見ないし、届かないところには届かないから、昔のようにそういうのを隠さずに、テレビでもいろいろやってたし、授業でも当たり前のように、単純にね、それぞれ助け合って寄り添って生きていきましょうみたいな、そういう基本理念っていうか、そういう考えから発展してるものだと思うんだけど、自分は小学校の時そういう感じだったはずなんだよね。それの延長線上で、事故や病気で体が不自由になった人、先天的後天的もあるけど、いろいろそういうのを考えて自分にできることを何をしなきゃいけないかとかっていうのは学んだ気がするんですけどね。今はなんか逆に遠ざけてるような気はしないでもないんだよね。いろいろね、やっぱり気をつけてるのは、本当ネットで見てても思ったんだけど、目の見えない方、耳の聞こえない方とかにいきなり体に触って大丈夫ですかっていうのはダメだろうっていうね。それは助けがいるかもしれないけどね、目に見えない人にいきなり腕掴んで大丈夫ですかって言ったらそれは驚くだろうっていう。そういう配慮も必要だよね。自分がまずされたらね、驚くだろうっていうことをしちゃいけないよねっていう。特に正義感っていうよりも、誰かを助けたい、手伝いたいと思うことはいいことだと思うんだけど、ここにやっぱりもう一つ一歩踏み込んだ配慮がないとうまくいかないんだなっていうのはね、本当肝に銘じないと。
いやー、もう今日もたくさん、私の、なんだろう、ガルとは一切関係のない話をしてしまいましたよ、もう。本当に。困ったもんですね。せっかくさ、スイーツ少なめにしてさ、余裕を持たせたのにさ、ダメじゃんね。こ今日はですね、ご飯は炊いてないんですよ。なぜかというと、赤飯にするかどうか迷ったんですが、今日ケーキを買いに行った帰りにですね、一日遅れただけど、誕生日じゃな、当日ではないけど、今日ぐらいは贅沢していいんじゃないかということで、千代田寿司、持ち帰り寿司ですね。で、ちょっと買ってきまして、なので今日はご飯炊いておりません。いやー、お出資でございます。ねダメ元でケーキを買った後で、千代田寿司寄ってみたんですよ。そしたら、一応残ってたんでね。で、この、7時過ぎだったから、お出資ができた。全品30%引きになってたんで、安くなりました。ありがたいことにね、小食になったからっていうのもあるけど、昔千代田寿司で持ち帰ってたら1万円ぐらいかかってたんですけど、今回ね、食べる量はすごく減ったから当然なんだけど、でも5000円いくかなと思ったら4000円いかなかったんで、ちょっとね、ホクホクでございます。さすが30%引きみたいな。全品30%引きでした。売れ残りをかっさらってきたような感じなんですけど。お寿司を食べて、ね、お寿司を買って4000円いかないって嬉しいよね。今回ね、いろんな名前のついた何種類も入ってるパックのやつじゃなくて、穴子4貫とか、エビが4貫とか、そういう単品のね、やつが本当欲しかったんだけど、それはもう完全に売り切れちゃってたんで、仕方ないから10パックいくらのいろんなすみれだかなんだかいっぱい書いてあるやつを根こそぎ買ってきました。結構高くいくかなと思ったけど、本当にさすがですよ。全品3割引き。30% オフは安いね。マックより安かったよ。びっくりしちゃった。久しぶりにはま寿司行ったら安くて美味しい。塩、はま寿司ね。はま寿司どれぐらい行ってないだろうな。いうか回転寿司に全然行ってないもんな。後ろ、くら寿司、はま寿司、かっぱ寿司、あと合点寿司だっけ行きたいね。お寿司行きたいね。お寿司買っといてなんだけど。本日は何巻ほど、多分ね、50巻か48とかだと思うんだよね。そんなに今回買ってないんですよ。値引きね、値引きいいですよね。昨日送ったスーパーのパックのローストビーフ握り。いいね、ローストビーフ握り。ローストビーフもさ、前まで、夕方限定のローストビーフ、何グラムでいくらみたいな安売りのやつがね、最近見なくてね、ローストビーフ丼久しく食べてないんですよね。ビッグラボンくら寿司、ビッグラボン俺やったことないんだよね。ビッグラボンが始まる前にくら寿司に行かなくなっちゃったからな。美味しい寿司を、50か48ぐらいで抑えてるはずっていうか、抑えてるというか、物がなかったんだよ。10巻1パックのやつが、多分3かな。じゃあ、10巻のやつが2パック、12巻が1パック、
あとなんか、8巻かなあれ10巻かな ?2 パック買ったと思うんだよね。だから40代、ギリ40代が50巻なんだよ。なんかざっくり、多分これぐらいで50巻ぐらいかなっていうので、あったんですけど、まあ、足りなかったら、非常食として、UFO なり、一平ちゃんがありますので、なんとでもなります。はい。で、本当ちょっとね、もう結局この時間でございますよ。うん。相変わらずね、本当はさ、今日もさ、別カメラ用意してたんだけどさ、ダメだね。もうこの時間だからダメだね。今日はもう、私はモブでもないよ。もうすぐ終わるさ。ね、移動で汗かいてたから、顔が、テカってるけど、こんなもんですよ。もう、年なんでね。せっかくお祝いだし延長しましょうよって。お米を炊いてないからって延長していいってことにはならないんだぜ。だって、7時ぐらいで 30% 引きになってたってことは、多分10時ぐらいにはお召し上がりください的なお寿司ってことなんじゃないの？一応あれなのかな。でも前、夕方に買った時に、当日23時半だっけな。違うな。翌日、0時までにお召し上がりくださいになったのかな。なんとか大丈夫と思いながら、結局その日食ったのが夜中の2時とかだったから、あんまり関係なかったんだけど。ベース弾く予定っていうか、いつでもベースが弾けるような状態にはしてたんですよ。弾けるようなっていうか、とりあえずカメラは用意して、ベースが弾けるような状態にはして、配信に挑んではいるんですけど、私がですね、わけのわからないことでだらだら喋ったりですね、スイーツに夢中になって脱線するからですね、いつもベースを弾く時間がなくなるっていうことですよ。ベーシストじゃないから仕方ないんだよ。ゆきさんみたいに演奏配信ができるわけでもないのでね。回転寿司換算25皿、私は回転寿司に行った時は基本、安いところは30皿で終わるようにしてます。今はね、その100円寿司、100円回転寿司っていうのが多分もうないと思うんだけど、最低でも110円かなんかでしょ。昔は100円寿司だったから、回転寿司に行った時は、その30皿で大体3000円。消費税とかそういうのを抜きにして、外食というか決めてたのは、マックで4000円以内、モスで、5000円以内、宅配ピザは8000円以内、回転寿司は3000円以内で抑えましょうっていうので、いろいろ考えて、自分の、値段設定をしてたんですよ。そうしないと外食ばっかりしてるとお金がなくなっちゃうので、だから未だにね、ちょっと、100円寿司がなくなったけれども、回転寿司に行くと30でもうやめようって決めてるんですよ。マックは最近ちょっと高くなったからね、あんま買えないんだけど、でも、小食になったので、特にね、デリバリーだと高くなっちゃうんですよ。で、デリバリーだとね、ナゲットの15個入りが1000円ぐらいするんだよね。めっちゃ高いの。この前も、本当我慢できなくて隠れてマック食ったんだけど、隠れてって誰に誰に隠れて、食べたことを誰にも言わずにマック頼んだんですけど、デリバリー頼んでさ、ナゲット15ピース頼むじゃん。これはもうマストですよ。これが食べたいがためにマックを頼むんですよ。で、ビッグマック頼むじゃん。で、なんだっけ。
あの時は、てりたまのダブルだっけな。てりたまのダブルで、ベーコンレタスだっけのダブルで、チキチと江口かなを買ったのかな。それで4000円かなんかだったんですよね。デリバリー利用含めて。高いよね。だってもう、ナゲット抜かしたら、バーガー5つしか食ってないんですよ。これで4000円近くなるってさ、ね、でもデリバリー料金を払ってでも届けてもらわないと、自分で買うと、だいたい徒歩15分ぐらいなので、美味しくなくなっちゃうんですよ。もうね、まあでもね、ドミノピザはね、嬉しいのは、2枚目半額で2枚目無料なんですよ。宅配、ウェブ注文限定で。なので、昔、腹いっぱい宅配ピザ食おうと思うと、1万いくら言ってたっけな。なんか、すごく言ってたんだけど、サイド2つに M を2枚頼んでも、いくらだっけね、4000、5000で済むようになったんだよね。なんか、さすがに L とかだと8000とかいくんだろうけど、まあ、小食になったおかげと、ウェブで2枚目無料になったおかげで、だいぶね、宅配ピザが頼みやすくなりました。ただ、宅配ピザはもう1年ぐらい食ってないかな。食いたいと思っててもね、だから自分が食いたいと思う時に限ってね、今日、筋トレ回収する時間が遅いから頼んでられないみたいな、そんな感じなんですよね。マック食べたくなってきた？食べとこう。24時間のところで食べとこう。ナゲットは食べよう。衝動的なハンバーガーやポテトが食べたくなり困ってます。食べたくなるんだよ。で、自分はね、本当はね、バーガーキングを久しぶりに食いに行きたいんだけどね、近くにもうないんだよね。本当に、バーガーキング行きたいんだよね。ダブルアッパー食いたいんだよね。ドミノピザデリバリー2枚買うと、ただいま 55% キープ。2枚買うと、その、合計金額2枚分が 55% 引きってこと？なるほどね。なんかね、ウェブ注文、前回、去年だけど頼んだ時、ウェブ注文だと、全品ピザ2枚目はタダですって書いてあって、1枚目の料金だけでピザが2枚食えるっていうのでやってたんですよね。で、サイドをちょこっと食べて、ポテトとナゲットだっけな。一緒にボススイーツバイキング。そうスイーツバイキングもさ、良心的なとこじゃないとね、クリームの油がひどいところはあんま食えないんだよね。やったらめったらなんか脂っこい胃もたれっていうか胸焼けするようなクリームのケーキが多いところあるからね。前に、どことは言えないけど、すいません、ありがとうございます。有名なスイーツバイキング行ったらね、出てくるっていうか、提供されてるケーキが、基本なんかプチケーキばっかりで、しかも、クリームがね、めっちゃ重いの。これ、量食べさせないように頑張ってるなと思って。なんかね、口当たりというか、舌触り、もう全てがなんかね、べちゃつくというか重くて、油が濃くて、なんだろうね、美味しいっていうのはなんか重って思って、あんま食べれなかったですね。いや、そういうとこじゃないスイーツバイキングとかだと、さっき食べたケーキみたいに、スポンジにしろクリームにしろ軽くて、これならいくらでもいける。ちょっと休憩でパスタ食ってくるみたいなさ、そういうのができるんだけどね。なかなかスイーツバイキング手強いです。
スイパラではないですよ。自分が行ってダメだったのは、東京にあるかなり、有名というか高級なホテルの、有名スイーツバイでした。当時の仲間内で行こう行こうっつって。でね、結構高めだったんですよね、当時も。当然このね、高級ホテルの有名なバイキングだから高くても仕方ないよねって言って、ケーキ見て、プチケーキしかなくて、あーってみんなで怒ってて、まあでもいいや、有名パティシエだから美味しいに違いないって食べたら、重っ、油、重っ、出焼けするわ、本当ね、あれはね、騙されたなと思いましたね。だからその後行った、なんだっけな、プリンスホテルのスイーツバイキングとか、スイパラもそうだったけど、そっちの方が全然美味しかったですからね。だからね、いろいろあるんですよ。もうなくなっちゃったけど、昔銀座に、イタリアンの食べ放題があって、お店でね、昼だけなんだね、夜は普通のイタリアンレストランなんだけど、ランチメニューというか、ランチの時間帯だけ食べ放題やってて、本格窯で焼くピザが食べ放題。メインはピザなんですよ。で、テーブルに、サラダなり、パスタなりいろいろそういうのがあって、ピザは窯から焼き上がったものを店員さんが各テーブルに回って、このピザはいりますいらないですかって言って配ってな感じのとこだったんですけど、90分かなんかだったんですけど、結構ね、安くて、でもその本格ピザで、イタリアンのとこだから当然なんだけど、本格ピザでパスタでってめちゃめちゃ美味しかったんですよね。予約で基本、11時半スタートだっけな。なんか2部制だったんですよ、ランチも。完全予約制で。むっちゃ満員になるぐらい盛況だったんですけど、なんか一回連れてってもらって、また行こうよって言ってたけど、あっという間になんかなくなっちゃってて、採算が取れなかったのかどうかわかんないですけど、もったいないなと思いましたね。ああいう、イタリアン食べ放題は復活してほしいですね。マックナゲットの限定ソースは食べてないですね。なんか自分が頼むとき、いつものソースしかないことが多いですね。でもマスタードとバーベキューソースが好きなので大丈夫です。ホテルだからといって、バイキングがいいとは限らないってことですよ。結構そんな名も知れぬところで行った方が、お値段以上に良かったりするのがあるので、大根九州食べ放題の値段が上がってる。そうですよね。そう。食べ放題の値段も上がりますよね、そら。原材料がね、どんどん高くなってますから。ということで、0時になりました。はい、もうモブでもなくなりました。私なんてものは。5月も4日になれば、中学はもちろんモブでもなんでもない人間なんですよ。皆様はゴールデンウィークの予定はあるんでしょうか？いろいろライブイベント等ありますので、楽しみに、大型連休の方は旅行されてるのかもしれないけど、ゴールデンウィーク休める方はがっつり休んで、気を養ってください。私は、明日出かけるあずきさんのライブに行く以外何もないので、5日6日は休みなんだよね。休みだよね。もう曜日とか、その祝日とかが全然分かってないからな。多分、月曜火曜は何もないはずだから引きこもれるんだよな。ちょっとね、今週もちょっとね、ほんとバタバタして外出ばっかりしてたからね、5日6日はベースがっつり弾きたいなと思ったんですよね。
7日はちょっと出かけるから、8日、9日とまた練習にもう全てを注いで、で、10日は美容院の後、本当ワンマンとはいえね、5時スタートだから10のワンマンを見に行くんですけど、5時過ぎに私美容室いつも終わるんですよ。だからそっから電車移動だから、まあ本編数曲間に合うかなって感じになるかもしれないんだけど、まあ、たとえ1曲であろうが見には行くので、10日もしね、10ワンマン来られる方は、私、多分途中でぬっと後ろの方に現れますので、見かけた方は、こいつ美容院行ったばっかりで、美容院の美容液くせえぜって思って落としといてください。明日はおそらく、バタバタして、秋葉原向かうので、おそらく帽子をかぶってひっそりコソコソしてると思います。なかなかね。ベースね、そうそう、ベースをね、ベースをさ、弾く予定ではあったんですよ。ちゃんとね、カメラを用意してたの。で、ベースをね、弾けるように、穴床を見せとこう。ここちゃんとね、用意してあったの。っていうか、部屋着のズボンが丸見え。でもね、受け変わっちゃったからさ、もう主役でもモブでも何でもない私ができることは何もないんですよ。出てる妹と海の中道ネモフィラ、ネモフィラ、へえ。時期的に今なんだね。6日、ファーストゼロがキャスを得る。そうなんですね。じゃあ、みんなでクレーム入れてやりましょう。そういや、この前言ってたね。なんか、初ゆうやさんが出るっつって。なんか時間的にカレーに行けないといけるかどうかわからねえって、おそらく行けないだろうって言ってたから、多分レア君的には不機嫌なキャスになるんじゃないですかね。カレー行きたいのに行けなかった。行きたかったのに。そういう多分鬱憤をぶつける配信になるんじゃないですかね。ベースさんたちが朝に弾いてと、ありがとうございます。多分、お寿司を食った後にベースを弾きたいと思います。多分また今日も、寝る前にベースは弾くと思いますが、今日ね、いろんな準備でバタバタしてて、あとね、俺が悪いんだけど、お礼画像とかいろんなものを忘れてたからそれを編集しててベース弾いてないからね、今日は晩飯を食った後でベースを弾きたいと思います。火曜日はお米と物買いに来るって。10日は神田祭り。そうなのか、担ぐんだ。すごいね。じゃあそのみこしを担いだまま四谷に来れば、レコ発ワンマンの10をお祝いすることができますよ。アウトウィークの地下にみこしがあるかどうかわかんないけど。切れ高見はい、どうなんだろうね。矯正を加減に行くから、ちょっとね、マニキュアの色もだいぶ落ちちゃうから、みすぼらしい感じにはなってると思うけど、白が多いなこいつみたいな、いろいろバレちゃう。何時から何時くらいまで、ほんとね、6時までには着きたいとは思ってるんですけどね。だいたい5時過ぎから5時半ぐらいにいつも美容室出る感じなので、そこから急いで電車に飛び乗って会場に向かう感じなので、いろ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 ね。ちょっと音出しはい、聞こえたかな。
ここにもう一度配信。いや、配信してもいいけど、多分みんな寝てるでしょ。ベース配信26時じゃないと多分食休みをしてなんだかんだして、がっつり練習するのは、まあでも、そうね、26時、27時ぐらいからは弾いてるかな。もうね、ちょっとね、今日一日ちゃんと弾いてなかったから、リハビリから始まるので、お聞かせすることができないと思いますよ。なんか、たどたどしい感じになってるから。ねえ。一緒に出てただきからリアルの今朝アーカイブ見ましたが、最初の方だそのすごくて高さんが登場して、あとだその長きがなかった。そう、あれね、そう、高木くん、多分ね、レア君と高木くんの、不仲な関係がネットに載って雑音になったと思うんですね。お互いがいがみ合ってる感じが、どうしてもネット回線に影響してしまったんじゃないでしょうか。ね。ノイズキャンセルはつけてますよ。だから多分私はボソッと喋った時に音量が小さいといきなりブツッと切れると思います。一応、配信当初からちょこちょこ設定をいじってなるべく過度に反応しないには設定してますが、マイクの位置、喋る向きとか、私の機嫌、それによっては音量が出ないので急にブツッと切れることもあるかと思いますが、はい。私にはこれが限界でございます。はい。今から軽く出して26時から本配信。そんなことしてたら寿司を食う時間がないじゃないか。私の寿司がカピカピに乾燥したらどうするんだ。消すとシワフロ三振ゲームでいこうか。そういうのがあるんだね。いろいろありますが、残りの連休ね、大型なのかどうかわかんないけど、皆さんも楽しんでいただければと思います。私はおそらく、引きこもって、来たるいつ来るかわからない早く来てほしい瀬戸りを、ちまちま右手を強化しながら、待ってると思います。まあどこかでどうなのね、10日までの間でどこかでラジオはするかもしれないですけど、まあするかもですよ、するかもしれないですけど、まあとりあえずキャスネリとしては、次回配信はいつだろうな。ちょっと見えないけど、そうね、まあ17日にやっとかないと厳しいかな。まあどこかしらで今月はもう一回やりますので、はい、そうしないと多分ね、ツアー入るっていうか、リハが始まっちゃうと、6月、7月と満足に配信できなくなってしまうので、はい、まあ、ガルネタがないかとは思いますが、またお付き合いいただければと思います。今日は本当にね、ありがとうございます。当日も皆さんに、本当たくさんの方にコメント、いいねをいただきまして、今日は今日で、本当に、たくさん皆様にコメントもいただき、ケーキも、酒も、花火も、星も、お趣旨フレームまでいただき、本当ありがとうございます。なんかお茶箱も申し訳ないです。6月からのね、ツアーで少しでも返せたらなと思いますので、頑張りたいと思います。まだ瀬戸り来てないけど、頑張りたいと思います。はい。もし瀬戸りがあまりにもひどかったら、欠席しますけど。すいません。キャンディーありがとうございます。もう終わりですので大丈夫ですよ。はい。これからもですね、もう本当終わりですので、大変です。ありがとうございます。ガルのね、一員として、もうベーシストとして、皆様に喜んでいただける、楽しんでもらえる演奏を目指してですね、頑張りたいと思いますので、
これからも応援よろしくお願いいたします。はい。この、一歩年老いた一年、素敵なものになるように頑張りたいと思います。はい。ということで、もう11分も過ぎてしまいました。これで私のお寿司が11分分だけ味が落ちたと思います。よね、冷蔵庫に入れるとお寿司が悪くなるっていうのが分かったので、保冷剤を入れた保冷バッグに、遠慮がちに入れておくといい程よい感じに冷えたまま食べれるっていうのに気づいたので、そうしてあります。終わったら速攻でキッチンに取りに行きたいと思います。抜けてしまったコメントは、今回もいつも通りですね。すみません、もう終わりですので、あれですよ。大丈夫です。ありがとうございます。すべて読み返させていただきます。ねいろいろ振り返らせていただいて、まあね、直接お礼は言えないけれども、次回以降ね、また恩返しができたらなと思いますので、本当ありがとうございました。長々とお付き合いいただきまして、こんな、もう、ね、モブでもなくなってしまった私にお付き合いいただきましてありがとうございました。では、小野さんの明日、ランチショー行かれる方は楽しんできてください。で、和樹さんのライブ、ね、行かれる方、私と一緒に楽しみましょう。ではでは、リアクな6日だよね。6日、多分私もこっそり見てると思いますが、6日のキャスも楽しみにしましょう。皆さん、美味しいご飯を食べて、お腹も心も温かくしてお休みになってください。では、今回の強制的に過ぎた私の誕生日に付き合わせられる配信は終わりたいと思います。ではでは、すみません、ありがとうございます。本当にすみません。終わりますんで、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では、ゆっくり休んでください。おやすみなさいませ。